ひろさん3分キッチン。トゥルルトゥ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 、トゥルルトゥ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 、トゥルルトゥ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 、トゥルルトゥトゥ、トゥルルトゥ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 ルルルル。お疲れ様です。料理研究家ひろさんキッチンです。今日のひろさん3分クッキングは失敗しないカリカリオニオンリング作っていきたいと思います。オニオンリングっていうのはカリカリっていう風に揚げるのは難しいんですけど、秘密の衣の作り方今日ご紹介するので、これさえ知っていただければカリカリに失敗せずに作れるようになります。ぜひ見ていっていただけたら嬉しいなと思います。それではですね、早速材料の方を確認していきます。はい、材料はですね、玉ねぎ。で、あとはもう材料これだけです。玉ねぎ。で、衣の方、薄力粉、水、油、塩でスパイスになってます。これまたちょっとスパイス詳しい話は後でご紹介していきたいと思ってます。それではですね、まずは玉ねぎを切っていきます。玉ねぎ今日2分の1個なんですけど、だいたい厚さ1センチぐらいに切ってもらえば OK ですね。これザクッと切ってもらって、あとはこんな感じで、ばらしてもらえば OK です。よいしょっと、これ結構しっかりしてばらせないですね。こんな感じでばらしてもらえば OK です。それでですね、こっちに入れているものがこちらになります。では次は衣の方を作っていきたいと思います。それでは次は衣の方を作っていきたいと思います。ではですね、これ薄力粉で油ですね。油入れちゃいます。で、これが失敗しないポイントですね。この薄力粉へ油を先混ぜしておくことで、カリカリの衣ができます。これはちょっと信じられない感じかもしれないんですけど、本当にカリカリに揚がるので、ぜひぜひ真似していただけたらなと思ってます。ね、こんな感じで薄力粉と油しっかり混ざり合ったら、水ですね。水入れて、で、塩を入れます。で、ここへ今度はスパイスを入れていきます。で、このスパイスなんですけど、やっぱ色々あると思います。けど、これさえ入れとけば OK だよっていうのを2つあるので紹介します。それは、このバジルとオールスパイスっていうスパイスですね。バジル、そうだね。バジルとオールスパイス。この2つだけ入れとけば大丈夫です。で、バジルは、一般的にこの乾燥のものを使ってもらえばいいんですけど、このオールスパイスですね。これオールスパイスっていう、実はハーブなんですね。で、なんでオールスパイスかっていうと、全部のハーブの香りがするからオールスパイスって言われてます。これ別に他のハーブが混ざってるわけじゃなくて、オールスパイスっていうハーブ、実ですね。これを粉にしたものです。これ入れとけば、だいたい、フライド、例のフライドの味になるので、これぜひぜひ入れてみてください。で、あとは、パプリカが入るんですけど、このパプリカはちょっと色付けと香り付けなんですけど、これ全然なくても OK ですね。で、あとはおすすめでブラックペッパーあるんですけど、これは後掛けしていきます。さあですね、こんな感じでこの入れた衣の材料混ぜていきます。こんな感じで混ぜていくと、だんだんとろみがついてきます。で、とろみがついてしまえば、もう OK ですね。こんな感じで、しっかり混ぜてとろみを出します。これ、はじめちょっと分離してるように見えるんですけど、こんな感じで混ぜていくと、しっかりとろみが出てくるので、ちょっととろみがつくまでしっかり混ぜてみてください。はい。こんな感じでとろみついてきましたね。こんな感じでとろみがついてしまえば OK です。そしたらですね、ここへ玉ねぎを入れていきます。特に玉ねぎ処理しなくて、このままポチョンポチョンと入れてってもらえば OK です。よいしょよいしょと。こんな感じで玉ねぎへ、
衣つけていきます。結構こんな感じでしっかり衣ついてた方が美味しいので、ぜひぜひこんな感じでしっかり衣つけてみてください。そしたらですね、次に、今度は油を温めて揚げていきたいと思います。じゃあこちら、準備して、そしたら火をつけて、油の温度は180度ですね。180度に温めて揚げていきたいと思います。ちょっと準備が悪かったので、今油が少し温まっていない状況ですけど、このままやっていきたいと思います。じゃあ油の温度ですね。こんな感じでまだちょっとあれですね。温まってなかったですね。鍋はこんな感じでフライパンで揚げてもらってもいいですし、僕のおすすめとしては油の量少なくて済むので、こんな感じの卵焼きフライパンを使ってもらって揚げてもらっても美味しく揚げることができます。で、ちょうどよく今油が温まってきたので揚げていきたいと思います。もう本当に180度で周りがカリッとするまで揚げてもらえればこれで完成ですね。よいしょと。なんで小さめのフライパンを使ってもらえれば、こんな感じで油の量少なくても、オニオンリング作ることができるので、ぜひぜひ気軽に楽しんでいただけたらなと思ってます。ね、衣が少しカリッとしてきたらひっくり返します。で、あと衣の水の量なんですけど、もうちょっと増やすと、もう少し薄衣でカリカリっと作れるんですけど、ここはまたお好みで調整してみてください。あとはスパイスの量もなんですけど、もっといっぱい入れてもいいですし、もっと別のオレガノとか、あとはカレー粉なんていうのを少し入れても美味しいんですけど、ここもアレンジ OK です。なので今日の、作り方は方法っていう感じで覚えておいていただいて、いろいろアレンジしていただけたらなと思います。はい、こんな感じでさっくり周りが上がったら揚げてきます。油切ります。よいしょと、さっくり上がりましたね。さあですね、次は盛り付けをしていきたいなと思ってます。こんな感じで美味しそうに揚がりました。オニオンリングなんでね、こんな感じで、やっぱタワーにして盛り付けるなんていうのはいいですね。こんな感じでタワーにして盛り付けちゃいましょう。いや、美味しそうですね。あとはここの仕上げに、実は仕上げに黒胡椒を振っていくんです。もう仕上げにかけるとやっぱ胡椒の香り楽しめるのでおすすめしています。はい、これでオニオンリング完成です。それではちょっと一ついただきます。これやっぱちょっと揚げたてのとこをちょっと食べてみようかなと思います。これちょっと音が聞いていただけたらなと思います。カリカリ。玉ねぎもシャキシャキで美味しいです。ぜひぜひ今日のこのレシピはですね、パーティーだとか、お誕生日だとか、年末のちょっと集まりだとか、いろいろつまめるときにすごく最適なレシピになっているので、ぜひぜひお試しください。それではですね、また何か聞きたいこととか、こんな料理作ってほしいよというリクエストありましたら、お気軽にコメント欄書いていただけたらなと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。